下分け目の合戦関ヶ原。徳川家康は石田方の刺客甲斐の六郎の手にかかって命を落とした。家康の死による天下騒乱を恐れた後継者秀忠は豊臣家滅亡の日まで影武者世良田次郎三郎の偽装継続を命じた。家康の側室岡地の方は次郎三郎を影武者と気づくが、その人柄に魅せられ命を懸けて秘密を守ることを誓う。六郎は次郎三郎が豊臣家の存続を決意したことを知り、影森の忍びとなって身辺に近づいた。面白いものを見せてやる。降りてこい、甲斐の六郎。六郎、飲むか。お勤め中はいただけません。構わぬ。良いから飲め。ご命令とあらば。おふう、同じ忍びとしてこの六郎をどう思う？稀に見るお方かと。そうだろうな。何しろ家康様を指した男だ。この者が家康様を。十中八九と思っていたが、これで確実になったな。どうした？わしを一目に来たのではないのか？違います。では何のために？お守りするためです。知れごとを。おふ。待て。この男を信じてもらえなければ死ぬ覚悟と見える。信じられませぬ。家康様を倒した刺客がこたびはお守りするなどと。そのわけ、わしも聞きたいな。秀頼様を守ると仰せられましたゆえに。そうか。わしと岡地の話を聞いたのだな。お主一人の考えではあるまい。主は誰だ？申せませぬ。そうか。では聞くまい。わしも昔はみちみちのものだった。お主ら忍びの者同様、定まった主を持たず、その時々に金で雇われて仕事をしたものだ。定まった主は持たぬが、請け負った仕事は必ずやる。それが己の技一つで生きる者の鉄則だ。そう申されました。昔はみちみちのものだったと言ったのだな。はい。まさに己の腕一つで戦乱の世を生きてきたつわもんです。それで分かった。その男を見出し家康公に進めたのはおそらく本田弥八郎正信だ。三河以来家康公の無二の友と言われるあの軍師ですか。正信は一時徳川家を離れ一向一揆に加わり、全国の門徒衆を指導したことがある。その頃出会ったに違いない。では今も偽の家康公を操ってんの？戦の命も知らぬ秀忠公にしては出来すぎの成り行きだとは思っていたが、本田正信なら抑えが効くだろう。しかし正信殿が第一に考えるのは徳川家のためでございましょう。もちろんだ。お家のためとあらばいつでも非常に偽家康を切り捨てるさ。偽の家康公もそれを読んでおります。私に徳川家に関わりのないものを集めろとこの銀を渡されました。本気で徳川と戦うつもりのようだな。面白い。いずれはこのわしも会わねばならんようになりそうだな。
慶長6年3月、家康は大阪城を出て修築なった伏見城に移った。秀忠も江戸に戻って自身の政権の確立に着手している。この伏見城で思いもかけぬことが起こった。お梶、どうした？どうしたお梶？何があったのだ？泣いていてはわからん。何をするんだ？お梶。おまんの方が身ごもられました。何？わしの子か？どうして私ではなくおまん様が身ごもられたのですか？あなた様のお心が私よりもあちらに向いてたということですか？わしとて子ができるならお梶に欲しかった。ただならぬ定めを背負うて生まれてくる子だ。ことに秀忠殿には目の敵にされるだろではお命も。う。もちろん狙われる。だがわしを偽物と知らぬおまんには我が子を守る覚悟も手立てもあるまい。私がお守りします。母子ともどもに。そうだ、そなたならやれる。だからお梶に欲しかったと言ったのだ。その言葉で心が晴れました。まずご懐人が外に漏れぬよう手立てを。いや、それは無理だ。隠しおせることではない。でも秀忠殿にはわしが手を打つ。お梶は子供が無事に生まれるよう世話をしてやってくれ。お主という男は。男だから女子を身ごもらせる。当たり前のことじゃないかね。産ませるのか。それも当たり前だろう。いやしかし表向きは徳川家康様の恩子だぞ。女子ならともかく男子なら徳川家のお血筋ということになる。もちろんそれなりの処遇をしてもらうさ。秀忠様が承知なされるはずがない。その事実を知ると同時に殺せと言われるだろう。もしそうなったらわしは母親ともども城を出て身を隠す。そして関ヶ原以降の徳川家康は偽物だったと天下に知らせる。世の中ひっくり返るだろうな。諸大名が一斉に立ち上がって関ヶ原以前の状態になることは必要だ。恐ろしいことを言う男だ。秀忠様がその子に手を出さなければよいのだな。口だけでは信用できん。精子を入れてもらいたい。精子。遅かったな正信。世はすでに伏見に刺客を差し向けた。影武者風情の子がこの徳川の家に生まれることなど断じて許せぬ。では次郎三郎は我が子を守って城を去りましょう。たわけたことを。まだ生まれもせぬ赤子のためにわしに背いて命を落とすと思うか。いや、あの男は必ずそういたしまする。もはや手遅れなれど即刻次郎三郎を殺害の命令をお下しなされませ。かの者を殺せばどうなる。御父上家康様のご意向なしに若殿御自らの手で天下を定められるほかござりますまい。まだその時期ではない。しかしすでに刺客を放たれたとあっては。放ってはおらぬ。そう考えているだけだ。
手前を欺かれたのか。怒るな正信。主君に嘘をつかれては家臣は使いようがござらん。本日ただいま禄を返上して大天捕まつる。待て、世を見捨てて去るというのか。手前を引き止める暇に天下を相手に合戦の準備をなされませ。悪かった。謝る。伏見への資格は取りやめにする。今後とも生まれる子に手を出さぬと生死をお書きになられますか。書く。生死ぐらいいくらでも書いてやる。だが世が天下の実権を握った暁には必ずかの者の息の根を止めてやる。正信、依存はあるまいな。翌慶長7年3月、伏見城内で次郎三郎の子が生まれた。家康の第10子長福丸、後に紀州徳川家の始祖となった頼信である。六郎、わしはこの年になって初めて我が子というものを抱いた。おめでとうございます。戦国の武将は肉親の情にとらわれてはならぬという。家康の殿も信長公の命令でご長男信康様を手にかけられた。はい。だがわしは武将ではない、ただの人だ。我が子可愛さの情から逃れることはできん。長福丸様は健やかにお育ちになります。秀忠様の生死もあることですから。生死の効き目はわしが必要とされている間だけだ。天下が徳川のものとなり、秀忠殿が家を継げばただの紙切れとなる。効き目のあるうちに手をお打ちになれば。そうなんだ。その間にわしは城を築く。江戸の徳川の本城とは別に難攻不落の堅固な城をな。この伏見に？いや、ここでは大阪に近すぎる。わしが狙っているのは駿府だ。駿府に？西への備えは安倍川、東の守りは箱根の山、北には豊かな甲州の金山、南は世界に開けた海。世界に開けた海。南蛮との交易を考えているのか。私も驚きました。あのお方はみちみちの者として諸国を流れている時に異国に渡ろうとして長崎に住んだことがあるそうです。甲州の金山と南蛮との交易で富を蓄え、安倍川と箱根大和で備えを固める。確かにこの駿府はわずかな人数で生き延びるには最適の地だ。いかがでしょう。御前の築城のご見識をこの駿府の城につぎ込まれては。やりたい。三成の殿と共に消えたわしの夢が生き返りそうだ。御前の夢と偽家康公の夢は双子の兄弟のように似ていると私には思います。よし、わしは早速駿府に赴いて治療を調べる。大丈夫でしょうか。石田家の家老として厳しく追及されている御身で。関ヶ原の戦いからもう1年半も経っている。そろそろ思い切り羽を伸ばしてもよかろう。偽家康公にもお会いになりますか。ああ、駿府要塞化の方策を手土産にな。柳生又右衛門宗則、父関秀斎から新影流を学び徳川秀忠の剣術指南役である。だが今秀忠が宗則に期待しているものは世に言う裏柳生、すなわち忍者軍団の総帥としての力であった。秀忠は家康が替え玉であることをこの宗則だけには明かしていた。日に日に恐るべき実力を見せつけてくる次郎三郎との戦いには本田正信にも言えない闇の画策が必要と考えたからである。伏見の狸の様子はどうじゃ。毎日長福丸様につきっきりとのこと。
あの年になって初めて抱いた子だ。愛しさもひとしおだろうな。我が子を守るのに必死でございましょう。必ず何かを企む。目を離すなよ。ごめん。来月増上寺墓参のため江戸に来られるとか。私事ゆえに密かに行うと言うてきた。何か企んでいるのでは。まさかこの江戸で。そのご油断が禁物。警護の名目で監視をつけましょう。警護は自ら行うと言うているのじゃ。では密かに。悟られると後がうるさい。気をつけろ。何卒お任せを。増上寺は徳川家の菩提寺で殺生禁止の聖域である。墓参のために江戸に来た次郎三郎は甲斐の飛助以下護衛の忍びを全員動員して厳重な警戒に当たらせた。二人の雲水は大戸のご休息の茶室に向かいました。顔は見なかったのだな。はい。なれど体つ君の子なし、ただものではありません。寺の者たちは何と言っている？誰も心当たりはないと。おいおい帰りともい。生きておられたか。生き恥を晒しております。そんなことはない。ご貴殿が流られておられれば豊臣家の命運も伸びるはず。それだけを念じて駿府の下見をしてきました。いかがでござるあの地は。独自に堅固な城を築くにはまさに最適と存ずる。わしはあの駿府に区会を打ち立てたいのです。区会をの。その区会とは？公の会と書く。一向一揆の門徒衆が掲げた旗印だ。わしは一向宗の門徒ではないが、あの理想には心の底から共鳴していた。すべての人が身分職業の隔たりなく、誰に頭を押さえられることもなく、好き勝手に生きることができる世界。愚かな夢と笑われるかもしれないが。笑いません。まさに男子一生の仕事でござろう。二人の雲水は茶室に入ったそうです。何者が何を話しているのか知りたい。いや知らねばならぬ。伝山を旧武田の忍びが固めております。何者も中へ入ることができません。仕掛けねばなるまい。武田の忍びを残らず裏門に集めるのだ。しかし我々が柳生と。知られてはまずい。一人残らず切れ。
甲州の山と開かれた海を控えた駿府にもただ一つ大きな難がある。安倍川が洪水のたびに分断されて城下町としての発展は望めない。しかし相手が川では。改修工事をして川全体を町の東に移せばよい。大変な工事になりますな。費用も莫大なものに。貧乏くさいことを言うな。お主の財布でやるわけではない。わしの財布でもやらん。軍用金をため込んでいる諸大名、さしずめ毛利か始末にやらせることになろう。それがしも現地で見聞を。とんでもありません。御前は諸大名家に顔を知られております。顔を晒すとは言ってはおらん。近くの隠れ家から要所要所を見回るだけだ。近くとは天竜川を遡ったこの二股あたり。そこなら隠れ家としては最適の地。いざという時は天竜を下って一気に海に出られる。ご会見はこれまでです。殿は早急にお籠にお戻りを。左近殿、私がご案内します。お目にかかれてよかった。遠からず天竜二股で再会いたそう。その日を楽しみに。ごめん。あれは甲斐の飛び助ではないか。はい。あの男はかつて使ったことがある。苦戦のようだな。お急ぎを。いや、おろしにはできぬ。なりませぬ。お前はわしと一緒にいるのを見られてはまずい。来るなよ。島左近。飛助、望みがあれば言え。時田忍びの死に様しかと見とらけ。分かった。今はる際に左近の殿にお目にかかれて甲斐の飛助妨害の幸せでござった。石田三成の家老島左近、召し捕れ。島左近はわしの命を狙ってきたのだ。それを影森の者が撃退した。それよりもわしの守りの者たちを何故皆殺しにした。それも殺生禁止の増上寺の境内だ。恐れながら我らが愛宕下あたりで創業の島左近を発見し追跡いたしました。それを武田の忍びに妨げられたのでございます。
島左近がやすやすと境内に入れたのは武田の忍びの手引きに相違ない。なるほど。死人に口なしということか。左近殿は品川で用意の船にお乗せしました。小田原より先は欧風の一族風魔がお守りします。その風魔だがな、どうだろう。一族を挙げてわしの味方をしてもらえぬか。それは私もお頼みしたいと思っておりました。武田の忍びは全滅して早急に人を集めねばなりません。わしの護衛だけではない。風魔は箱根の山を我が庭のように支配していると聞く。その通りです。しかし本拠地も数も不明で、調べに入った者は一人として戻ってこなかったと言われております。一族の頭領は風魔の小太郎と名乗るそうだな。はい。身の丈7尺余り、目は逆さまに裂け、つまりは会った者はいないということでしょう。会わせてくれぬか。私も会ったことがございません。わしが箱根の山に行ってもよい。そして我が正体が道々の者の一人であることを明かして協力を求める。それほどまで。なりませぬ。殿をそのような危ないところへなど。私が参ります。おふ殿、頼む。どうされた？いつもは弱気なおふう殿がこの旅では妙に黙りこくって。宿を取ってください。この小田原に？足を伸ばせばすぐに箱根の山ではないか。山へ入るにはそれなりの手順がいるのです。おふう殿、夫婦になってくだされとは申しませぬ。でも六郎殿と男と女の仲にならなければ風魔の王座に引き合わせることができませぬ。手順とはこのことだったのか。でもそれだけではありませぬ。大阪城でお目にかかった時から戻ったら殿にお願いして夫婦になろう。六郎殿は私の夫だと風魔の王座に言ってもよいのですね。いいと思う。それに違いないのだから。嬉しい。
何を探しておるのかね。女を。ああ、3人の男にあの草むらに担ぎ込まれてよ。見事じゃ。これまでわしの杖を食らって頭が割れなかった者はおらん。本当にこの人を殺すつもりだったの？そりゃそうさ。一族の女の心を奪った男だからな。一族の。では風魔の。わしの名は風斎。風魔の長に会いたければ案内するがついてくるかね。お風の味はどうじゃった？愛しいかね。はい。どんな風に？口では話せません。お主、それでも忍びのものか。合格じゃ。さすがお風が惚れた男じゃの。風魔の長とはどういうお方ですか？聞いとるじゃろ。身の丈7尺余りのひげ男じゃよ。それはわざと流した風評では？まことのことだ。会うてみればわかる。風魔の長小太郎殿とお見受けいたします。手前甲斐の六郎と申す武田忍びの末でございます。親父様が教えたのですか？教えるわけがない。お風が見込んだ男は身が高いということだ。いかにもわしが風魔の小太郎だ。六郎殿とやら、我が娘お風と夫婦になるということは承知か？娘、お風殿が風魔の長の。知らなかったとか。風魔とつなぎをつけるためにちぎったのではないのか？若殿、返事が決まったよ。風魔一族を挙げて徳川家康殿にお味方いたす。さていつどこで徳川殿にお会いするかだが。天竜二間でいかがでしょうか？そこに私のもう一人の主島左近様の隠れ家があります。俺が天竜川か？はあ。
風魔の棟梁小太郎殿と隠居の風斎殿でございます。久江は六郎からの文で読んだ。お風の親父殿にじい殿だそうだな。おお、これはよくぞ来られた。さあさあどうぞ。おお、これが六郎の女房か。なんといい女だ。六郎連れにはもったいない。どうだ、わしに乗り換えんか。御前。改めて言うことは何もない。左近殿が自慢のこの眺めを魚に心ゆくまで飲もう。徳川家康様と島左近様が酒を酌み交わしておられる夢のような景色でございますな。家康の殿は駿府のお城から。ああ、城の工事を見に立ち寄った。今頃はお梶の部屋で二人きりでおるということになっておる。ここにはお一人で。ああ、馬が一頭あれば誰にも悟られず抜け出せる。昔散々やったことだからな。さあさあ。慶長8年2月、徳川家康は伏見城に勅使を迎えて征夷大将軍源氏の長者に任じられた。征夷大将軍源氏の長者は武家の棟梁を表す職名である。関ヶ原の合戦以後、なお不安定だった徳川家の地位はこれでようやく固まることになった。家康の征夷大将軍就任で最も衝撃を受けたのは当然のことながら大阪城の豊臣家である。徳川は豊臣家の家老じゃ。この秀頼の家来に過ぎぬ。違うか春長勝本。仰せの通りにございます。なれど征夷大将軍ともなればこれは武家の棟梁にて。太閤殿下には関白太政大臣であられた。武家の棟梁の上に位するものであろう。はい。この秀頼がまだ11歳の若年でなければ関白までは望まぬまでも征夷大将軍は豊臣のものであったはず。御年の若さは致し方ございません。ここはひとまず辛抱なされて家臣筆頭の家康殿を将軍職につけておきましょう。秀頼成人の暁には将軍職を譲らせるというのか。征夷大将軍は世襲ではありません。実力のある者がこれを継ぐ。家康殿はすでに高齢。秀頼様のお若さがこちらの強みでございます。勝本はどう思う。豊臣家の恩子を忘れず徳川に不満を抱く大名が数多く存在することは確かでございます。将軍職を得た徳川が一気に挑んでくることはないとは申せません。ことに次の将軍職を狙う秀忠殿には。そうじゃ。千姫のこし入れを急がせよう。家康殿が隠居でもしてしまわぬうちに。それは良いお考えでございます。関ヶ原の後に会うた時には千姫はまだ4歳と言うて交わされた。それが今は7歳。もう断りの口実にはなるまい。早速徳川家に使者を送って交渉いたします。大阪の淀君から矢の催促だ。秀忠殿は何と言っている。遠からず殺すつもりの男に娘をやる親があるかと。殺さなければよかろう。は、秀頼殿をだ。豊臣を滅ぼさずに天下を掌握できるとでも。できぬか。できません。そこが物の負のお主とみちみちの者のわしとの違いだな。いずれにせよ聖姫を秀頼殿の嫁にすることは太閤と家康の殿の制約だ。わしは征夷大将軍になったが豊臣の勢力はまだまだ侮りがたい。戦になれば天下は再び二つに割れるだろう。なんとかならぬか。お主ならば良い知恵もあるはずだ。一つだけ。それは
お郷のお方様を動かすことでござる。秀忠の正室お郷の方は織田信長の妹お市の方の三女で淀君の妹である。姉に似て気性が激しく、娘千姫の大阪嫁入りは避けがたいと悟った時、いかにも戦国の女性らしい果敢な行動に出た。お郷の方は夫秀忠の意向を無視して千姫を大阪に伴ったのである。慶長8年7月、7歳の千姫は11歳の秀頼と婚儀の祝典を挙げた。徳川家の主は一体誰だ？余か、それともあの影武者か？若殿が大殿の身代わりをかの者に命じた以上、主はかの者でござろう。その命令は打ち切る。即刻かの者の首を打て！そのお指図は何とぞ他の者、手前はこの場をお借りして。何をするつもりだ？腹切ってお詫びいたす。世良田次郎三郎を影武者として大殿に進め参らせたのは手前でござる。よう脅す気か？お見届けくださればお分かりでござろう。徳川の家の崩壊を見ずして死ぬるは幸せでござる。徳川が崩壊？バカな！まだお分かりにならぬか。今大殿の門を発して天下がそのまま若殿に引き継がれるとお思いか。武家の棟梁の地位も街道一の弓取り、家康様なればこそ勝ち得られたも。その大殿の睨みの利くうちに征夷大将軍を継がれることこそ何よりも徳川家のためと思われるか。分かった。その徳川家のためにも死ぬのはやめてくれ。そなたが死ねばかの者との交渉は一体誰がする？確かにそなたの申す通りだ。父上のご意向をなくして世は征夷大将軍にはなれぬ。かの者が不要になるのはその後だ。駿府城は関ヶ原の戦いの4年前、徳川家康が築いた城だった。次郎三郎はその城をほとんど新しく作り変えようとしている。それは不思議な運命のいたずらで、くしくも封建君主の頂点に立った道々の者世良田次郎三郎が抱いた壮大な夢。全ての人が身分職業の隔たりなく、誰に頭を押さえられることもなく、自由に生きることができる世界。深い建設への果敢な挑戦であった。